皆さんこんにちは。座京都のゆうごです。今日は1月22日、今上賀茂神社に来てるんですけど、このね前が上賀茂神社なんですけど、この鴨川が良くないですか？これほんまいや癒されますよ本当に。この鴨川、これちなみに春になるとね、めちゃくちゃ桜で綺麗になるんですよ。ここが、こっちもあっち側もね、この橋の向こう側も桜だらけになりますから。いや、桜シーズンまであと2ヶ月、皆さん楽しみにしててくださいよ。桜が咲いたらもういろんなところ毎日動画撮って投稿しますから、ほんまに。いやー、鴨川綺麗いや、まあでもそんなこんな場所をね、鴨川を今日は撮影しに来たわけじゃないので、ちょっと軽くね上賀茂神社を説明させていただきますと、上賀茂神社はね、世界遺産だったかな、確か世界遺産だったはずです。でこの辺りね、この橋も含めて多分ね、この橋のこの上の部分だけ前のままなんですけど、これ工事しはったんですよ。工事しはってこんなに広くなりました。歩くスペースがね、歩くスペースが結構ね、人と自転車はもう同時に通れないぐらいやったんですけど、ちゃんとね人も自転車も同時に通れるような幅になりました。多分ほんまに橋のこの部分だけ前のやつをそのまま使ってはりそうここはすごい新しそうやし。そうで、まあその橋だけじゃなくてですね、このロータリーの部分もだいぶ綺麗になりまして、ここもこんな道広くなかったですよ。ここも全然広なかったですよ。そうで、もともとどんな感じ、そうだ、もともと多分ここにも鳥あったっけな、鳥はあったんやったっけな、鳥もなかったような気もするけど、なんかね、この前の大きい鳥居があるところがバスターミナルというかバス停がある場所でした。でなんかここ京都産業大学のね近くなんですけど、ここからシャトルバスも出てまして、京都産業大学行きの、そういうバスがここに止まったりしてたんですけど、バス停がこっちに移動しちゃいました。でなんか京都産業大学のシャトルバスはもっと奥の、車を止めてるようなところに止まるようになっちゃって、ここら辺がだいぶすっきりしました。本当にね、車が一切入れなくなったんでだいぶすっきりしました。いやでも立派な鳥居ですね、ほんまに。確か焼き餅屋さんがすごい有名なんですよ。なんか焼き餅屋さんも本当はね、この辺にあったんですよ。この辺にあったんですけど、ここら辺にあった焼き餅屋さんが、ここら辺がその全面改装するにあたってなんかあそこに移転しまして、建物もだいぶ綺麗になりました。で上賀茂神社はもうね、5月とかになるとホタルとかも出てきて、すごい綺麗な神社になります。ホタルの動画ほんまにね、僕5時間ぐらい頑張って撮影したのに800回ぐらいしか確か再生されてなかったと思うんで、もしよかったら皆さんホタルの動画概要欄に貼っとくんで見てください。ということで上賀茂神社ですね、重要文化財に登録されています。すごい立派です。めちゃくちゃ立派、せっかくねこの座京都のチャンネルで上賀茂神社を撮るわけなんで、普段ね皆さんが知ってるようなこの表の部分だけじゃなくてね、ちょっと上賀茂神社の裏の部分まで撮影していきたいと思ってます。で
上賀茂神社の撮影終わった後は上賀茂神社の近隣をちょっと散歩してみようと思うんですけど、なぜかというとこの周りがすごいね綺麗なんですよ。道が整備されてて、なんか綺麗に道が整備されてるんですよ。それもね、今この話だけ聞いた人は何のこっちゃ分からへんと思うんで、撮影するんでね、動画の最後の方で皆さんに見せますから楽しみにしててください。桜です。西大桜。いや、昔はこんな建札とかもなかった気がしますよ。この桜自体は昔からあったと思いますけど、新大桜、新王桜ですって、そっか確かね、節分があるんですね、2月に。なんかその節分のなんか看板が立ってます。いっぱい黄色と赤色の節分豆まき、2月2日午後1時から2時実施。確かこの舞台の上からなんかお偉いさんがね、我々今カメラで目線見てる我々に向けて豆をまいてくれはるんですよ。でその豆をなんかキャッチするといいみたいな、みんななんか必死になって豆を取らはります。2月2日なんで結構近いですね。なんか京都にもし来られる予定のある方はぜひぜひ行ってみてください。で上賀茂神社はですね、本殿も後で入っていくんですけど、こっちに綺麗な川が流れてまして、この川がすごい水が綺麗みたいで、ホタルもねここに現れます。5月、例年5月かな6月かなにホタルがね求愛行動をするんですけど、もう夜中にここに来るとめちゃくちゃキラキラ光ってるんですよ。綺麗そうでしょ、水も。いいですよこの辺は。それで確か上賀茂神社のお昼しかここに入れなかったはずです。夜は入れなくなってるはずです。ほら、開門16時まで。願い石という石があるみたいですね。美しい綺麗な川です。この森というか庭も綺麗ですよね。本当にめっちゃ美しい。むつみの木、300年以上昔よりこの大地に根ざした一つの根より大樹が何本も伸びているところから一つに結ばれた仲睦ましい家族を表し、家族の絆や家内安全を見守ってくださります。そっと手を合わせお祈りくださいですって。家族とかね、その大切なね家族を守るための家内安全の木みたいです。なんか結構上賀茂神社といえば皆さんね、一番中央の門をくぐってそちらばかりに目が行くと思うんですけど、こっちもいいですからね。ちょっとそれたところにありますんで、道わからなくなったらまた動画は最初の方から見て来てみてください。願い石、願いが叶う石ですかね。ちょっと詳しくはちょっと僕もわからないんで、ぜひコメント欄に
ご存知の方書いてください。いやでもなんかすごいパワーを感じます。いやいいですね。この川も綺麗だほんと。さあさあ本殿の方に入っていきましょう。この建物も立派ですよね本当に。立派です。この建物の反対側にね本殿がありますから今から行きますよ。式年神宮第43回式年神宮。なんか式年神宮っていう単語はよく聞くんですけど僕は何のこっちゃ分かりませんので、もしご存知の方いたらコメントに書き込んでください。新馬車神の馬の建物ですね。新馬育成金。第16代目みたいです。これが世界遺産であり重要文化財の上賀茂神社です。さあ中に入っていきましょう。なんか確かね上賀茂神社って交通安全とかだった気するな。なんか確か僕の母がね僕がバイクを買った時に交通安全のお守りを確か上賀茂神社で買ってたような気がします。だからといって別に上賀茂神社が交通安全の場所だとも分かんないんですけど、でも確かそんな感じだった気がしますよ。詳しくご存知の方いたらコメント欄に書き込んでください。この縦綱とか森綱とも言うみたいですね。神様の出現に由来した言葉ですって。神様が降りてくる時の場所みたいです。この建物も立派やなほんま。立派。なんか中に椅子とテーブルが置いてあります。なんかカフェみたいになっちゃってる。わこれはなんだろう、みかんじゃなさそうだけどみかんかな。みかんなのかな。説明が書いてありますよ。名水高山湧水ですって。高山、もうアメリカの方すごいですよ。英語に直したらもうすごいです。ゴッドマウンテンですから。高山って漢字では神って、英語でゴッド。
山はマウンテンなんで、神の山から湧き出てきた水みたいですね。あ、飲料水質基準にも適合してるんですって。湧き水やのに、湧き水が飲み水としてもちゃんと使える水質になってるって不思議ですね。しかもオレンジが乗ってて可愛いです。ただいま休止中。ご祈祷してくれはるところですね。ここは立派です。めちゃくちゃ立派。お札とかお守りとかもここで買えるみたいですね。馬みたいになってる。こっち何なんでしょう。気になる。僕はもうこういう細い道見たらめっちゃ気になっちゃう。あ、へえ。なんかまた門は閉じてますけど、普段は公開されないような場所ですかね、ここは。すごいな。ザ京都チャンネルといえばこういうね、なんかちょっとそれた道とかにも入っていくチャンネルですから、雑誌とかはね、一番見栄えがいいところしか写真になってなかったりとか写してなかったりとかするんですけど、ザ京都チャンネルはこういう隠れた場所までちゃんと隅から隅まで足を運んでいきます。ちょっと待って、すごいことに気づいてしまった。天皇陛下って書いてある。秋篠宮家。海外の方のために説明するとですね、日本にはなんか王様がいるんですよ。それがなんか天皇って言うんですけど、その人も来たみたいですね。こういうとこ好きだな。こういうとこ緑に囲まれてる、こういうとこ好きですね。確かここ普段渡れるようになってたはず、この橋は。見ていただいたら分かるんですけど、これ両サイドに橋あるんですけど、この橋も渡れたような、昔はどうだったかな。なんか詳しくご存知の方いたらコメント欄に書いてください。
ここの水もねさっきの水と同じ水です。いや本当に透き通って綺麗、めちゃくちゃ綺麗。でもさっき書いてありましたけど、なんかこの辺の湧き水は飲める湧き水みたいですからね。すごいですよね。それはホタルもいるわって感じですね。ホタルは綺麗な水にしか住まないんで。すごい。こんな岩の上で立派に立ってらっしゃいます。かっこいいな。上賀茂神社に来てこの辺まで歩いてる方あんまいないんじゃないでしょうか。ここから先はねちょっとだけ山登ることになるんですよ。ここはさっきの願い石のあったところですね。反対側もちゃんと立派な神社があります。立派やな。いいな。すごい立派じゃないですか。すご。入ってきますか。双葉木稲荷神社、漢字読めへんし分からへんな。千本鳥居みたい。あ、伏見稲荷、伏見稲荷のなんか関連してるところですかね、ここは。だって伏見稲荷もこんな感じで千本鳥居ありますしね。上賀茂神社まで来てここ通らずに帰ってる人いるんじゃないですか。すごいですよ。これ今登ってるんですけど、降りる側もすごい、今後ろちょっと振り向いたんですけど綺麗ですわ。美しい。美しい。なんかこういう古い建物見たらすごい興奮しちゃいますわ。そうそう、なんかね夏場とかやったら蚊取り線香とか焚いてくれたはって、ここでやっぱちょっとね、ちょっと今登ってきたんで疲れるじゃないですか。だからここに座って休憩するんです。でこっからの景色も結構いいですから見てくださいよ。ちょっと明るくて見えないですよね。ほら見えるでしょ皆さん。景色いいでしょう。ここはねこれで終わりです。やっぱり伏見稲荷のなんか系列なんかな。系列っていうとなんか今現代っぽいけど、稲荷大明神って書いてありますよ。だってほらこっちもだ、こっちもだ、こっちもだ、こっちも行ってみますか。でもねこっ
道は普通にもうね、こっち行くと上賀茂神社から出ることになるんですよ。はい、これで終わりですね。もう後ろの方に行くと上賀茂神社出ちゃうので、このままもう一回上賀茂神社の方に戻っていきまして、最後にね、上賀茂神社周辺の道をね、整備された道、皆さんに見ていただきたいなと思います。いや、川が流れてて、しかもなんか多分なんですけど、本当に100年とかの100年200年の建物とかが残ってるんですよ。いや、次は今からね、そこ行きますから。ちょっとすごいよ、皆さん見て見て、富士カラーだって。懐かしい。海外の方はね、この富士フィルムは知ってると思いますよ。昔富士カラーっていうのがありまして、あれカメラでしたっけ、なんか忘れましたけど、僕も忘れたというか、僕の時代でもないですからね、富士カラーなんて。もう僕が子供の頃にはデジカメありましたからね。やっぱりすごい富士見稲荷みたい。いやー、いいですね、いいですね、いいですね。さあ、続きまして上賀茂神社周辺を歩いていきますよ。皆さん覚えてますかね、さっきここにホタルがよくいるんですよって言ってたところです。今から行くところはその川の横をね、通っていきます。これはもしかして、これはあれじゃないですか、教科書で見ましたよ、ジャパンの教科書で。高床式倉庫じゃないですか。これはネズミとかが入らないように、ちょっと高いところにあるんですよね。ほら、こうやって見て分かるように下がね、ないんですよ。空洞になってて、倉庫が上にあると。高床式倉庫っていう場所だった気がします。あ、ちょっと戻ろう。ごめんなさい、話がそれちゃいました。いや、でも冬の京都いいですね。なんかね、観光客の方も1月ちょっと減ってる気がします。バスも
結構空いてましたね、今日乗ったバスは。まあ皆さんなんか観光とか来られるんやったら今結構ありかもしれません。ホテルもね、この前見たら1泊2人で4600円とかやったんで結構良かったっすよ。安っと思って、僕がよく言ってるホテルなんですけど、動画内とかであそこはなんか1泊2人で4600円でしたね。はい、これで上賀茂神社を今出ました、ね、さっきのバスプールですね、最初に通ったで、このオレンジの塀で囲われているところが上賀茂神社です。で、ここですよ、僕の大好きな道、ここです。見てください皆さん、この京都っぽい雰囲気のある道、最高ちゃいます？最高でしょ。結構なんかこの辺の道はすごい昔からあるみたいで、こうやって川が流れ出たりとかね。もう今時こんなその川の上に自分の家専用の橋立てるような道ってあんまないですからね。しかもなんか京都らしい風情がすごい漂ってて、しかもいやもうこことか見てくださいよ。これもう多分中人住んでらっしゃらないと思うんですけど、こんなもんのある家とかないですから今ほんまに。神社ぐらいですよ。いやいいな、いいな、いいな。で見てください、こういう建物立派でしょ。立派ですよ本当に。しかもこれ飲食店なんですよ確か。創業文化元年。はい、調べます。調べますよ。文化元年って何年でしょうか。皆さんちょっと考えてください。文化元年何年前でしょう。さあ、文化元年とは1804年に当たります。1804年、もう220年ぐらい経ってるってことですね、この京都成田。あ、でも300年の伝統って書いてあります。どっちが本物やろ。へえ、すごい。でも立派な建物ですよほんまに。すごいですよね、こういう歴史のある建物だから。もうまあ200年以上経ってる建物ってことですよね、これは。だからすごいですよね、歴史を感じます。なんか本当にこの辺ってそういうのしかないんですよ、そういう建物しか。なんかだから僕結構大好きなんですよね、この道。すごい歴史を感じる道です。でももうなんかお中には人がいい日のところもありますし、ちゃんと表札が立って人が住んでらっしゃるところもある。こういうのとかどうなるんですかねこの松すごいな。一応この川が流れてるところって公道やと思うんですよ。国の持ち物だと思うんですけど、こうやってなんか自分の庭から公道に木が出てったら何も言われへんのかな。いやーいいです、ほんまに。まあいいな、癒されるなこの辺は。知らなかった、知らなかった。見てください、
京都産業大学上賀茂総合研究館、こんなとこあったんすね。入りたちょっと大学にアポ取ってみようかな。入れてくれって言ったら入れてくれそう。こんなとこにそんな文化的なもんがあったんですね。何かこうやってこの塀の上から出てくるこの緑のね木々がまた美しい。可愛いワンちゃんがいました。あ、ここもなんかうわここも料理屋さんですよ。これもどうせまたあれでしょ、100年とか200年なんじゃないですか。ここも桜井お料理桜井さん、桜井ですって。これ桜井だ。桜井って読むっぽいですよ。もう見てくださいよ、これとか何年前のやつやねんって、ほんまに。いやすごいな。ちょっとこれビラが置いてあるんですけど、これ多分僕も見ていいものだと勝手に思うんですけど、ビラが置いてあります。すごいですよ皆さん、すごいです。創業102周年特別献立ですって。おかげさまで京料理桜井は2月8日に創業102年を迎えました。すごっ創業102年。コロナ禍のため、なんとかせなかった、創業100周年に変え、地元上賀茂の皆様のご愛顧に感謝し、特別献立を用意します。しかも安い。フリードリンク付きでだって15,400円。サービス料で 20% 取られるから18,000円ぐらいですか。すごい。なんか LINE の QR コードとかも貼ってあるんで、多分この LINE に飛んで本プランを見たって言ったら多分予約できるんでしょうね。いやすごいな。結婚式もやってますよ。後ろのパンフレット結婚式のパンフレットやったんや。いやーすごいな。しかも上賀茂神社公認らしいですよここ。すごっ。いやぜひ皆さん今の動画見て気になった方ぜひ来てみてください。こんな由緒正しい場所でほんまに100年の歴史のある場所がね、食べるご飯がドリンク、しかもフリードリンクついて2万円は安いですよ。安い。ここも桜井だ。ここも桜井の建物だ。すごっ。すげえな。すごいな。やっぱこの道好きやな。もう歴史しか感じひん。ほんまに苔も綺麗に生えてます。すごいなほんまこの辺は。やっぱ京都のちょっと端の方はね結構いいですね。なんか都心もねいいですけど、こういうなんかここもまたなんかお店っぽいよ。何のお店だ。でももう開いてなさそうですけど。いやすごいな。やっぱり京都はいい場所です。じゃあこの辺でエンディングにしましょうかね。今日の動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも動画作りの励みになりますんで、
よろしくお願いします。コメントを書く際はぜひ母国語で書いてください。皆さん今日の上賀茂神社本当どうでした？なんかね、いっぱいホタルが出てきそうなところとか、なんか歴史のあるところとか、いろんな場所をたくさん回りましたけど、動画もねめっちゃ長くなっちゃったと思います。長い間お付き合いいただいて本当にありがとうございます。というところで今日の動画を終わりにします。皆さんありがとうございました。バイバーイ。